で今回このキャスケートのブラックをかつこういったそのペンドルトンの後ろの袋縫いだったり、皆さんに意見を聞いて、例えばこの柄がいいとか、どうも NJ です。こんにちは。こんにちは。はい、今回なんですけど、今並べてます、ボードシャツで皆さんにすごく問い合わせをいただいたあるボードシャツがあるんですけど、この FJ チャンネルの FJ はですね、ペンドルトンとかボードシャツがすごく好きで、非常に昔から集めていました。で、今回ですね、僕作ったんですよ、シャツを。で、このシャツが発売するということで、ちょっとこう紹介したいなと思って今日は皆さんにご報告です。で、作ったんですよ、これどっちがペンドルトンか分かりますか？柄だけ見たらマジで分かんないですけど、使用感のやれかが右手にあるので、ただパッと見分かんないですね。分かんない、そうなんですよ。これ作りました、僕。すごいね。これ僕が着てるペンドルトンなんですけど、今回、僕の本業の方でボードシャツを作りました。で、一回これね、以前動画でちょっとお見せしてからすごく反響がありまして、コメントも非常に殺到して、メッセージも殺到しているという中で、いつ発売するんですかっていうところなんですけど、10月から、販売します。で、なんでこんなに好きなのかっていうと、なんでこれを作ったのっていう話も踏まえなんですけど、本当に僕ね、好きで集めてたんですけど、僕がその中でも今回好きな柄、これだけあって自分の私物が好きな柄を、作りました。で、まず僕が一番好きなペンドルトンの柄っていうか色が青なんですよ。で、ここに見ていただいても分かると思うんですけど、これ映ってる？映ってますね。これ全部ほとんどもう僕が着てるやつってやっぱ青、こういう配色とか青の、シャドウチェックとか言われるもの、オンブレですね、いわゆるがすごく好きで着ているわけなんですけど、その青の中でも一番着てる柄がこれなんですよ。幾度となく YouTube に出てますよね、これは。こんだけ持ってるけど着てるシャツってほぼ一緒で、もうこればっか着てます。で、これをどうしても新しいもの欲しくて探してても本当にないんですよ、この柄。ないよね。本当にないね。アメリカでもないし、古着屋さん探してもない。で、あったよってこう連絡来るんですけど、なんかすっごい高い、この柄。言ったらメルカリとかヤフオクとか出てたらすごく高いんですよ。なるほど。青の中でもやっぱ別格なんだ。青の中でも別格、この柄で、どうしてももうこれ作るしかないと思ってもう一着欲しい、で、みんなも欲しいって言うし、なんで今回作ったのがこちらですね。変態の仕事ですね。変態の仕事ですね。生地からちゃんと起こして、でウールもちゃんと入れてます。で、かつこういったそのペンドルトンの後ろの袋縫いだったり、結構こだわってます。ライトオンのブランドなんですけど、タグの配色だったりをペンドルトンに寄せたりとかで、これ全く同じ柄を作るとなんかそれってちょっとダメかなと思って、本当にパッと見は全く一緒なんですけど、糸の本数だったりちょっとした色の部分はやっぱり変えてます。微妙な差異はあるんですね。ただ一緒。そうだね、見ても分かんない、変えたんですけど、糸とか色とかを少しね、その打ち込みって難しいですけど、少し変えてるんですけど、これの色に関しては妥協できなかったんで、何度も作り直して作った。なんでこれあれですよ、ちょうど7990円です。バグウール 60% かな。そうですね、ウールが 62% で、あとポリエステルっていうところで、お手入れしやすい素材なんですけど、これで7990円です。だからこれで俺はもう子供と遊ぶ時とか、犬と遊ぶ時とかももう気にしないで着てガシガシ着てる。7級だよ。いや、これはストック用でも買っといてもいいですね。そうだよね、っていうところで、まずね作ったんですけど、これは皆さん見てるから分かると思うんですよ、この青は。なんでこれは青がすごくおすすめですよっていう感じなんですけど、僕がペンドルトン好きなのが青っていうのが皆さんご存知だと思うんですけど、あと何色が好きなのと、これだけいろんな柄とかシャドウとかたくさんあるんですけど、僕が好きな柄って
好きな色ってまずこのブルーと、もう一つ好きなのがブラウン系っていうんですか、茶系、ベージュとか茶色とかで、それをなんで好きかっていうと、デニム、ヴィンテージデニム履いて着た時に一番似合う色ってこのベージュ系なんですよ。デニム履く時はベージュ系を着るようにしてます。でその中でもベージュも好きな柄がたくさんあるんですよ。こういうね、これ一番ベージュで気に入ってるからこれかっこいいですね。とか、あとベージュでもちょっとパープルがかった配色、あとこういうベージュのシャドウみたいな。いいね。デニムって言ってもブルーもブラックもどっちもいけるって感じです。そうそうそう。でその中でもそのベージュの配色の中でもちょっと色が濃いものがすごく欲しいなと思っていて、探してもこれぐらいのベージュとかしかない。であったとしてもめっちゃ濃い、ブラウン、めっちゃ濃いブラウンっていうと探しちゃ出てくるこういうブラウン、これめっちゃかっこいいけどね、とかこういうブラウンが多いんですよね。確かに球数はこっちの方が圧倒的に多いですよね。多いよね、でちょっとベージュでもちょっとオレンジっぽいのがいいなと。オレンジってやっぱサンフランシスコジャイアンツとかサンフランシスコカラーだし好きなんですよ、でベージュの中でもちょっとオレンジ寄りにかかったシャドウっぽいのが欲しいなと思って作ったのがこれ。あ、なるほどなるほど。さっきのやつの色地だ。そうよくわかったね。この僕が大好きなベージュの柄のちょっとトーンを上げたバージョンがこっち。いいね。いいでしょ。だからこの柄を、色を少し濃くしました。黒のところとかオレンジの部分をちょっと濃くしました。っていうのがこっち。かっこいいね。いいでしょ。これはねデニムにねめちゃくちゃ合うと思います。合うっすね。スラックスで合わせても大人っぽくてかっこいいから。こうやってブラックで合わせても、ブラックデニムに合わせてもめちゃくちゃかっこいいんですけど、今回オリジナルの復刻とかじゃなくて自分が着たい配色の柄を作りました。これはね本当におすすめです。いい仕事してるな。いい仕事してますよねいい仕事してるよね本当にね。これは自信持ってでもご自身でも言えるんじゃないですか、ね。今までこうバイヤーとかって洋服作ってたんですけど、こういうねボードシャツとか自分が好きなものっていうのをあんまり作ったことなかったんですよ。っていうのは古着を買って今っぽいシルエットとかそういう生地を分析してそれを今っぽい形にしたりとか、もちろんやってましたけど、これって好きな人って限られてくるじゃないですか多分こう見てくれてる皆さんとかが好きなんですけど、普段ね来てるお客さんにはやっぱり伝わらないなと思ったし、自分が好きなものを作ってもそれかっこいいでしょってやって売れなかったらね、なんかすぐオナニーみたいな感じになっちゃうんで、オナニー商品みたいになっちゃうんで、でも今回これを作らせていただいたのはやっぱりこう2万人見ている視聴者さんがペンドルトン好きになってくれたっていうところで、今回はやっぱり今高くなってこうペンドルトンがねすごい買えない中買いやすいプライスのものでちょっと作りました。ただ作りは本気なんで、ぜひオンラインショップで買っていただきたいし、店頭にも少し入るのかな、店頭でも皆さん全国で見ていただきたい、ただ本当に僕がこれやるとブラックの11段の時もそうなんですけど、予想以上にあの時2000点ぐらい用意したんですけど、全部完売してしまったんで。早かったですね。早かったですなんで皆さんぜひねお早めに見ていただけると嬉しいです。で最後に僕が一番好きな柄といいますか、持ってないんですよこれだけある中でも。それがブラック。ペンドルトンのブラックってオンブレとかレーヨンシャツとかあるじゃない。ブラック一番高いんですよ。でその中でもペンドルトンのブラックがなかなかなくて、でペンドルトンのブラックいいな欲しいな、ブラックってやっぱ別格だよねってそうですね思うんですよ。でそんな中で今回僕ブラック作りました。今回3色展開になるのか。3色ブラックなんですけど、ペンドルトンのブラック僕持ってなかったんで画像とかで作るのも良かったんですけど、これあんまり YouTube で言ってないです。僕がペンドルトン以外に大好きなシャツがあるんですよ。でこれ当てていいですか？当てていいよキャスケード。キャスケードアメリカでもねキャスケード見て走っていったりしてたんですけど、キャスケードっていう、アメリカのねこのボードシャツのブランドがあるんですけど、これのブラックを、今年の2月アメリカに行った時に見つけて買ったんですよ、でそっからずっと着ててマジでかっこいいんですよこれかっこいいね。でキャスケードはオンブレなんですけど、
キャスケードパターンって僕呼んでるんですけど、キャスケードオンブレなんだけど、ペンドルトンのオンブレとかシャドウとちょっと違うんですよね。ちょっとブロックチェック味があるシャドウがこのキャスケードの特徴です。で、今回このキャスケードのブラックを作ったのがこちらですね。はい。いいね、はい、キャスケードブラック。これね、本当キャスケードパターンなんですよ。普通のオンブレじゃなくて、普通のオンブレじゃなくてって言い方、ペンドルトンとまた違う、ブラック。オンブレオタクになると、ブランドによってオンブレのパターンの違いに気づくわけですね。違うんですよ。で、これパターンは一緒なんですけど、何が違うかっていうと、こっちの部分ってホワイトの方が結構くすんだベージュきなりになってるんですけど、グレーか。こっちのグレーはちょっと綺麗なグレーにしたんで、よりこうね、綺麗にも合わせられますし、まあどっちかというとこっちがオリジナルだったらいいなと思ってこの柄にしました。なるほど、こっちのオリジナルだったらね、もう僕いくら値段出しても買いますよこの柄のキャスケートね。なるほど。で、まあそんな感じですよ。ブラックはもうレアでしょっていうところで、ブラックは今回キャスケートパターンで作らせていただきました。キャスケートパターンいい響きだな。いいでしょう、という感じですね。僕本当にね、ペンドルトンとかボードシャツに関しては前も言ったんですけど、学生の時にドッグタウンを見て、でドッグタウンの本買って当時の人たちのファッションを見てた時に、彼らが着てたシャツとかチカーナのファッションとか、そういう人たちのファッションを見て、オンブレとかペンドルトンっていうのがファッションの一部としてこうずっと過ごしてきたわけなんですけど、今回初めてね、自分でちゃんとこういったシャツを作ったんで、これが もしね反響があって次回もやれるなというふうになった時には、またね、皆さんに意見を聞いて、例えばこの柄がいいとか、じゃあ次は青でもこういう青がいいですとか、これもう俺第2弾で今考えてるから。僕それ欲しいです。でしょこれの柄とか、いろいろねできると思いますので、ぜひね皆さん見ていただいて、来ていただいて、コメントいただけたら嬉しいです。はい、という感じですね。これだけ集めてますから僕こんなにでも着れないですよね。着れないです、着れないっていうか、こうもう見つけたら使命感でずっと買ってた、昔からで昔からずっと着てて、ずっと袋にこうハンガーにかけて、袋、防虫の袋にかけてずっと取っといて眺めてそれ見ながらお酒飲めるってなんですけど、持ってても着用するペンドルトンってもう3枚とか4枚なんかもう決まってるんですよね。自分の中の超一軍って出ちゃいますよね。そう、それがすごいいい柄とかでもなくて、僕の一軍はさっき着てたやつなんですけど、あれ穴開いてるし、めっちゃ腕とか汚れも結構ついてましたね。ボロッボロ、なんですけどそればっか着てるし、すごい状態いいものとか別に着たいわけでもないですし、着るものとか本当限られてます。皆さんも多分服たくさんお持ちだと思うんですけど、普段着てる服って本当いつも同じだなって多分思うと思うんですけども、これだけやってもって感じですね。これはちなみにその奥の方ね、それはどうするんですか？それ僕にくれるようですか？違うこっち側にあるシャツ、しばちゃん聞いてくれたんだけど、こっちに関しては、プライベートの方で私物を販売するイベントに出店します。10月19、20日に開催される VCM ですね。で、今回 VCM も3回目の出店になるんですけど、今回10月ということで、秋、僕が今まで貯めてた私物のこのボードシャツを一挙大放出という感じで出させていただきますこれはこれでね、10月の中ぐらいなんで、ちょうどオンシーズンじゃないですか、それ。オンシーズンなんで、でもね、さっき言ったね、紹介したシャツをね、皆さん買ったらね、別にこれはね、いらないかなと思うんで、僕もどっちを報告するか迷ったんですけど、こっちはこっちで、販売しますよと。で、言ったら、こっちもさっきお見せしたんですけど、マジでやばいですよ。いやー、いい柄。こっちもちゃんと青系は入ってる。いや、青系入ってますよ。その中でもこれとかこの柄とか、ナンバーワンだ。柄もそうだし、状態、見洗い。そうなんだ。で、僕背が低いんで、あんまりこう見洗いとかでかい L サイズとかだとちょっと大きいんで、僕には、めちゃくちゃこういい配色をたくさん持ってきますよ。ブルー系とか
これとか、ああいい柄だな、はい、とにかく僕これ私物で言ったらちょっと待って、言ったらここら辺もね、ペンドルトの中でもすごいこう多配色のものとかあんまり着れないなってものは僕選んでないです。本当に自分が着たいもの、まず私物なんで言ったらそれだけを集めてたんで、全部かっこいい柄、いい柄がたくさんあるんで、それはそれで VCM ぜひね見に来ていただけたら嬉しいです。でこれもね全部今まで大事に保管してたんですけど、全部クリーニング出して販売しますので、ぜひそれも楽しみにしていただけたら嬉しいです。I love you という感じでいかがでしたでしょうかね。ぜひねペンドルトンまだお持ちのない方もぜひ着てほしいですし、好きな方、ヴィンテージも好きな方、このね僕が作ったシャツをねぜひね見て着ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ということでこの動画がいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと僕の個人のインスタグラムの方もフォローしていただけると嬉しいです。概要欄に貼ってますんで、インスタグラムでのね YouTube のことだけじゃなくて個人的に服のこととか載せたり、プライベートのことも載せてますんで、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。